それでは今日はキントーンを使ってタイムカードアプリを3つ作っていこうかなと思います。まず最初にキントーンユーザーが使えるアプリ。これですね。出勤してきたとしましょう。まずタイムカードを作る。で、タイムカードを作ると、とりあえず保存ですね。で、保存すると出勤するボタン出てきます。プロセス管理で作っております。出勤したと。で、仕事をしていく。で、時間空けるのもあれなので、退勤します。同じように、次プロセス管理で退勤するを作ってますので、退勤する、実行。これで退勤完了ですね。で、こんな形でテーブルで出てくる。これがカリンコラボさんの方のプラグインでして、こちらですね。プロセス管理履歴記録プラグイン。こちらを使って、プロセス管理のステータスを普通であれば、ここで見れるんですけれども、テーブルに出すことができるので、こんな形でですね、今日の金坊主はこんな感じで出勤したよというところが見れるというところで、不正はできないですよね。プロセス管理のステータスなので、時間は決まってますから、このあたりをうまいこと使っていけたら、キントーンのユーザーでも簡単に、プラグインは無料で公開されてますので、キントーンユーザーであれば、スタンダードコース持ってれば、これは使えるかなと思います。で、次にですね、よいしょと。次は、キントーンユーザーではない、キントーンのアカウントを持っていない人がタイムカードを押したいという場合ですね。ホームブリッジ、豊雲さんのホームブリッジと K ビュアーと使ってみます。まずホームブリッジで地域医療連ケースの社員番号が00001。これは K ビュアーを連携させてホームブリッジでもルックアップ機能が使えるというものもありますので、そのあたりもまた使ってみてもいいかなと思います。で、出勤ですけれども、4月18の、とりあえず8時にしておきましょうかね。8時に出勤した、もしくは出勤する予定でもいいのかなと。で、ここでメールアドレスを入れておきます。これですね。これで一応完了と。で、回答します。で、これで一応出勤ができた。で、次、退勤したいと。で、実はこれ自動返信メールが来てまして、このマイページの URL が送られてきてます。送られてきてますし、ここでも確認できるというところで、このリンクに飛ぶと、よいしょ。今の打ったタイムカードの情報が見れると。K ビュアーで。ホームブリッジで打ったものは K ビュアーで見える。で、退勤の時に、メールの URL を押してでいいので、この退勤入力というボタンをすると、またホームブリッジに戻ってきます。で、ホームブリッジと連携させているというところでして、で、退勤時間、4月の18日の、17時に退勤と。で、回答と。で、また URL は見れるんですけれども、一応条件分岐みたいな形で、新規登録時だけはメールが来る。2回目の情報を編集するときはメールが来ない。そうですよね。リンクいらないですから、1回目も送ってきてもらっているので、リンクはいらないので、自動返信メールは1回だけというところですね。で、この情報がどうなったのかなというところを見てみようかなと思います。
こんな形でですね、メールが確認、メールで大金のURL、押したとして確認して、それが均等の方に残っていると。ただ、不正ができないというところで、申請日時、更新日時、ある意味、データを作った時間とデータを更新した時間というのが出勤時刻、退勤時刻になりますので、この本人が申請した時間と登録もしくは更新した時間があまりにも違いすぎる、これですね、打刻の時間の差っていうのを出してまして、これが例えば30分以上差があるやつだけを抽出するということをすると、こんな形ですごい打刻の申請時間と本当に打刻した時間が違うじゃないかというところのチェックもできるので、こういったやり方をして不正というよりも逆に働きすぎてるのに打刻を早めに申請してるなっていうのを未然に防ぐこともできるんじゃないかなと思っております。で、最後3つ目ですね。3つ目が、例えば今特にね、在宅ワークとかもあるので、家で打刻をするっていうこともあります。もしくは、出先でするっていうこともあると思いますので、そのあたりでちょっとカスタマインを使って位置情報を取得して打刻をするというやり方を試してみようかなと思います。こんな形でですね、出勤を押します。出勤を押すと、その押した時間をまずカスタマインで取得して別のフィールドに入れると。で、これで保存ボタンを押します。で、保存ボタンを押したので、これで地図の情報が見れると思います。これですね。で、この地図の情報が見れる理由としては、カスタマインで1の情報を取得しています。なので、このアプリのフォームの下の方に、実は文字列1行で位置情報を取得しているところがありまして、そこから地図を表示しています。で、地図の大きさ、その拡大する、縮小するとか、もしくは、もっと家に近づくとか、僕今これ家で喋ってるんでね、であったり、もっと世界地図にするとか、そのあたりもカスタマインでやることができると。で、次に退勤時間ですね。次、退勤をして保存する。すると、こんな形でですね、出勤時間と退勤時間、地図っていうのが確認できるようになります。こんな形でですね、例えば出勤場所と退勤場所が違うというところで、いちいち報告書を書かないといけないとか、ちょっとなかなかそれはめんどくさいかなと思いますので、こんな形で位置情報を取得して、スマホでもいけますので、でカスタマイン R3 さんの説明でいくと、パソコンとかよりも、スマホの方が GPS の情報をしっかりしているよっていうふうに書かれてたので、スマホでアプリの入ってレコードを作って、で位置情報を取得で退勤も取得とか、もしくは移動のたびに取得をしていくとかっていうことも、ある意味やろうと思ったらできるかなと思います。というところで、キントンユーザーとキントンのユーザーじゃないと、あと位置情報を取得してのタイムカードっていう3つを今回説明してみました。もう少し詳しくブログの方にも書いてますので、また、詳細の URL 貼っておきますので、ご参考にしていただけたらと思います。ありがとうございました。